大ニュースです。とんでもないニュースが入ってきました。広島県安芸高田市の石丸市長が今日の都内のイベントでなんと都知事選に立候補すると表明をしました。7月、再来月ですね。今年の7月の都知事選に立候補をしますというふうに表明しました。で、その石丸都知事はその、発表の中で、なんとか、今東京に一極集中しているというものを、多極分散、するような形にしていきたいと。東京から日本を変えたいというふうに言っていますと。なので、もしかすると、このまま女帝小池百合子が逃げないで都知事選に立候補ということになれば、正義の味方石丸市長と、そして、女帝小池百合子と直接対決ということになります。もうこれはどうなんですかね。小池百合子も逃げないで都知事選立候補するんですかね。なんかちょっともしかしたら今回は次は出ませんと、今回出ませんというふうに言う可能性もちょっとこれで出てきたんじゃないかなと。小池百合子がもし負けるとしたらこの人じゃないかなというふうに思っていました。今までの動画でもお話しさせていただいてましたけども、もし負けるとしたら本当にこの人だろうなと。で、この人が本当に立候補することになったら、石丸市長が本当に立候補することになったら本当に困るだろうなと。小池都知事は本当に困るだろうなというふうに思ってたんで、まさにそのストーリー通りになって本当にびっくりしてるんですけど、今いろんなことでね、非常に話題になってる女帝小池百合子と、なんと正義の味方石丸市長ですから、本当に誰もが見たいカードになってきたなというところです。で、小池百合子都知事の動向も気になりますし、もちろん石丸市長がどんなようなことを目標としてやっていきますということを発表するか、これももちろん楽しみなんですけれども、この今までお話しさせていただいてきたこの特別定額給付金、いわゆる給付金の実際にあるかどうかということについては、これで石丸市長が都知事選に立候補するということで、一旦、今までの動画でもお話ししたような広島1区で立候補して岸田首相と直接対決して、あるいは野党の大連立をその後築いていくといったようなシナリオはちょっとなくなりましたと。石丸市長っていうのはもともとですね、どっちかというとそのどちらかというとこの持続可能な運営をしていくと、政府とかそういう自治体の運営をしていくっていう風なお考えですので、もしかしたら給付金の実現と、10万円給付の給付金といったようなところについては実現が遠くなってしまう可能性もあるかなというシナリオもあったんですけれども、これで都知事選に立候補ということになりましたので、もしこの6月この通常国会が終わったところで岸田首相が解散ということになれば、そこには立候補できないということになりますので、その辺はこの石丸市長が国政に出てくるということはなくなったというところですね。今時点ですけども、速報ですと。7月決定、日本を変えたい特別定額給付金の2回目いつということで、7月決定、もちろん石丸市長のことですね。7月に都知事選に出ますということを決定したと。東京から日本を変えていくということでお話をされていました。それを速報でお伝えさせていただきました。特別定額給付金の2回目いつということで、もちろん特別定額給付金の2回目っていうのは、あるかないかっていうのは分かってないんですけれども、これで石丸市長が国政には出ないということになりましたので、この岸田首相が解散をするかどうか、あるいは解散したことによってどういったシナリオで実現していく可能性があるかというところに絞られてきましたので、
それについて詳しくお話しさせていただきたいと思います。で、この動画をご覧になっていただいている方は、個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。給付金の申請が始まったら、できるだけ早く申請して、できるだけ早く給付されたい。あるいは、給付金の完了を確実にさせたいという方だったり、あるいはこの給付金に関する情報が出たらすぐに知りたいと思っていらっしゃる方がご覧になっているパターンがほとんどだと思います。で、給付金に関する新しい情報が出ましたら、今日のように速報ですぐにお話しさせていただいてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。チャンネル登録しておいていただくと、新しい情報が出たときにすぐにご覧になっていただけるようになりますと。それでは早速いきたいと思います。まずこの特別定額給付金ってそもそもなんだっけというところなんですけれども、コロナ禍2020年にあった全国民を対象にして1人10万円を給付しますというふうな給付金のことです。その2回目って何ということなんですけれども、国民生活が今非常に苦しいと、コロナ禍と同じように苦しいというのがあるので、その2回目ぜひやってくださいっていうふうな声があるということですね。で、国民の声があったとしても、岸田首相はいやコロナ禍のような国難な事態じゃないとやりませんよというふうに言ってますと。ただ実はこの1回目っていうのは特別定額給付金、この1回目ですねっていうのはこの国民の声を受けて実現したっていうのがあります。1回1世帯30万円ということで閣議決定したんですけれども、世論調査で国民が1人10万円やってくださいという声をたくさん上げたというところで、公明党がそれを汲み取って自民党に提案して閣議決定を組み替えてまでしてですね、1人10万円で決定したというふうなことがあります。さあ今10万円給付を政策にしている党というのはどういうところがあるんでしょうかということですね。国民民主党とれいわ新選組が10万円給付というのを政策にしています。れいわ新選組に至っては春夏秋冬、四半期に1回ずつ1年4回10万円出すっていうふうなことで言ってます。ただ野党に限られるというところがあるので、なかなか実現難しいのかなと。1回目は自民党とか公明党で検討されたのに対して、今言ってるのは野党だけっていうところなので、なかなか難しいかなと。ただ大逆転して給付されるシナリオっていうのはないかなっていうことで、これからお話しさせていただきたいと思います。今国民の声としてはコロナ禍より苦しいっていうふうな声があります。コロナ禍っていうのは旅行業とか、レストランに関するようなお仕事とか、あるいは交通に関するようなお仕事は外出制限ありましたので、非常に苦しかったっていうのはあったと思います。ただ我々一般的な国民っていうのは、その時よりも今の方が苦しいということがあります。それは何かっていうと、物価が上がって給料上がってないということがあるからですね。で、物価っていうのはもうスーパー行けば明らかですね。2割3割上がっているというのも本当にたくさんあるっていうふうな状況ですと。で、それに対して給料上がってないと。いやいや給料上がってるっていうふうに新聞に出てるじゃないですかって。あれはあくまで大手に限ったことなんで、大手の企業はもしかしたら少し上がってるかもしれませんけれども、我々一般的な国民の大半が勤める中小企業っていうのはほとんど上がってないっていうのが現状ですと。そのギャップがあって低い支持率になっているっていうふうなことです。岸田首相はコロナ禍のように苦しくはさすがにないですよねって言ってるんですけど、国民としてはいや物価上がって給料上がってないんでコロナ禍より苦しいですよというものがあると。で、岸田首相はその国民の声を無視できるかってことなんですけど、結論から言うと無視できないってことになりますね。岸田首相は首相でいるためには解散が必要っていうところがあります。今年の9月に自民党総裁選があるんですけれども、このままいったんではめちゃくちゃ低い支持率の岸田首相は多分変えられちゃうというところがあるんで、この6月までの通常国会の中で支持率を少しでも上げて解散していくっていうことを狙ってますと。で、この6月までの通常国会の中でこの裏金問題に対応する政治資金規正法の改正をするって言ってます。で、6月に減税もスタートします。で、減税スタートって言ってるんですけど、1人4万円ってことなんですけど、例えば1世帯お父さんお母さん2人いてお子さん2人いる家庭の場合は最大で14万円、1世帯14万円の減税になるってことなんで、結構国民に対する還元ということで支持率が上がる可能性もあるというところですね。少しでも岸田内閣あるいは自民党の支持率をアップさせて解散したいと思っているってことですね。衆議院解散実際いつしたいかということで、野党の議員が探り入れてますと。れいわ新選組山本代表がいつ解散しますかということで質問何回かしたところ、岸田首相は今考えてないと答えてます。立憲民主党の辻元議員が4月に近々の裏金解散総理考えてんじゃないですかって聞いたところ全く考えてないと。ちょっとニュアンスが違うんですね。4月は全く考えてないんですけれども、今辞めるってことは考えてないよってことなんで、いつかは辞めるけれども、4月っていうのは絶対ないってことで、じゃあ6月かと、タイミングとしても良さそうだなっていうことが見えてくるということですね。で、岸田内閣の最新の支持率、ちょっとこれ驚きなんですけど、5月の頭に、JNN が行った
世論調査でいうとなんと 7% も上がったと。一時期は10% 台会社にもよりますけれども、一番低い世論調査の会社だと 16.6% の支持率ってこともありましたんで、そこからすると約 30% なんで倍増してるっていう風な形ですね。で、こういった形で支持率が上がっているっていうことで、岸田氏はやっぱり諦めてないということになります。実はこのコロナ禍1回目っていうのは実はこの非常に苦しかったですね。やっぱりコロナ禍で外出制限とかあったんで、安倍内閣ですらやっぱり厳しかったということで、長期政権の安倍内閣ですらこのコロナ禍の時期は実はこの給付される前月はだいたい 23% の支持率でしたと。それがこの給付があった瞬間に翌月 38%、だいたい2倍になっていると、 20% から 40% ぐらいになっているということで、約2倍ですよね。倍増しているってことで、岸田首相はさっき言ったようにこの減税スタートとか、そういったタイミングで支持率を上げて、そして解散をするということを狙っています。ただ国民はめっちゃくちゃ怒ってますと。今回ばかりは自民党にノーっていうことで、解散したものの自民党が大敗して過半数割れしてしまうっていうことも考えられますと。でそうなると過半数割っちゃうんで、連立政権ということで、自民党公明党以外の政党が入って、連立を組んでいくと。でそうなると、立憲民主党とか維新とかちょっと考えられないんで、そうなると国民民主党がやっぱり一番近いんじゃないかなと。国民民主党は政策に対してのこの自民党と政策協議したりとか、あるいは与党入りっていうのも検討された時期もありましたというところがあるんで、国民民主党が与党入りする可能性は大いにあるんじゃないかなと思います。そうすると自民党も公明党も議席減らしてるんで、なかなか党の代表を首相として推せないということで、国民民主党の代表玉木さんが首相になるっていうふうなこともあり得ると、十分あると思ってます。でここでピンときた人もいると思うんですけど、国民民主党っていうのは10万円給付を政策にしている政党ですと。国民民主党の政策ということでちょっとおさらいです。10万円給付に加えて消費税減税も政策にしています。これ実際に去年の11月に参議院に消費税減税法案ということで提出までしてますと。10万円給付に加えて消費税減税も政策の柱にしているのが国民民主党ってことですね。でこの給付金の動画出させていただくと、消費税減税もぜひやってくださいっていうふうな声もたくさんいただきます。コメントで本当に多いんですけど、やっぱりその理由っていうのは消費税の負担がめちゃくちゃ大きいっていう声ですよね。物を何か買うってことについて毎回 10% もかかってくるってことがあるんで、負担めちゃくちゃ大きいですよと。でその2番その逆で、それがなくなれば経済的影響の持続、その還元というのは大きくなりますよということですね。でそうなると消費が刺激されて景気が良くなるっていうふうなご意見とか、あるいは税負担の公平性っていうことでいうと、例えば収入が多い人も少ない人も同じ値段のものを買うんであれば同じ額税金かかりますよっていうのが消費税なんで、それちょっと不公平じゃないかなという声もあったりとかします。いずれにしても消費税減税っていうのはめちゃくちゃ望まれているということですね。国民民主党に聞いてみたということで、このストーリーで玉木代表首相になるってこともあり得ると思いますと。その場合10万円給付消費税減税ちゃんとやりますかっていうことで国民民主党の本部に聞いてみましたと。衆議院選挙に向けてブラッシュアップしていくっていうふうなこともあるかもしれないんですけども、この柱の政策、つまり10万円給付消費税減税っていうのはブレる可能性は低いと思うという話でしたと。なるほどと、信じますよと、国民民主党いいんですねということで、もし玉木代表が首相になれば、この10万円給付消費税減税っていうのを実現していくっていうふうな、そういうお話でしたと。ただ全ては衆議院選挙にかかっているってことで、小選挙区制度の闇ってちょっと書かせていただいたんですけど、小選挙区っていうのは本当にひっくり返しにくいような選挙制度ですということです。で自民党はなんと190ですね、190ぐらい、200議席近くぐらい小選挙区で勝っているっていう、そういった、勝ち方をしているっていうことがありますと。で何かっていうと、小選挙区の闇って書かせていただいたんですけど、結局地元を押しに入れてしまうっていうことがあったりとかします。で例えば、この選挙区、ここは千葉県の船橋市なんで、野田元総理っていう方がいらっしゃいます。千葉4区だったり新しくできる千葉14区だったりするんですけど、本当に地元で人気はめちゃくちゃ高くて、得票率もめちゃくちゃ高いと。大体選挙あったらもう開けた瞬間に、野田さんの当選が決まるっていう風な形なんですけど、でもしその野田元総理が自民党だったと、あるいは、裏金やってたってなっても、多分地元の人はこう想像すると思うんですね。野田さんめちゃくちゃ人気あるんでパーティーやったんでしょって。パーティーやったらそれはパーティー券めっちゃ売れるよね。で自民党からバックもらってたとしても、
それは自民党の慣習でやってたんでしょってことで、野田さん個人的には悪くないかなっていうことで、もしかしたら、野田さんが自民党であっても裏金やっててもまた票を入れて当選させちゃうっていうことがあると思います。野田さんともなれば裏金やってたっていうことであれば今回の選挙は辞退しますっていうふうにおっしゃるようなご人格の方だと思うんですけど、もし立候補してもそういうふうに受かってきてしまう可能性があるっていうことですね。でこの千葉県の船橋市だからそうなってるってことじゃなくて、多分いろんな地方のそれぞれの小選挙区の議員の方ってそれぞれの地域の方やっぱり思い入れあると思うんですよね。で裏金やってました、あるいは自民党ですっていうふうになっても、やっぱり何々さんは悪くないしなっていうことで、地元を押しに入れてしまう可能性はあるっていうふうなことですね。でそれからその流れで与党アドバンテージっていうのもあったりとかします。与党アドバンテージっていうのは、もし地元の議員が自民党の議員で自民党が政権ひっくり返されるまでもししないっていうことであれば、じゃあ何さん当選させとくかっていうことで、また当選させちゃうっていうことですね。これ何かっていうと、要は地元の小選挙区の議員は、与党の議員であってほしいっていうふうな力ですね。地元の議員が与党であったら、なんか地元にとっていいことをしてくれるんじゃないかって思いがちっていうところと、実際にそういう部分ももしかしたらあると思うんで、与党アドバンテージっていうのもありますと。それから立候補されてない選挙区があるっていうことで、例えば、10年ぐらい前でいうと維新がちょっと人気だった時があったと思います。大阪で人気があって議席をたくさん確保して、で全国的にも世論調査すると人気があったと。ただ、全国的には立候補している、維新の議員がいないんで票が伸びませんと。衆議院選挙とか、参議院選挙でも全国的な選挙やるとやっぱり伸びませんというふうなことがあったりしました。投票したいんですけれども自分の地元の選挙区に、その候補が立候補してないっていうふうなことですね。でこれもやっぱり小選挙区に闇って書いてあるんですけど、要は最初にもう勝ってる自民党みたいな全国的に勝ってるっていう政党をひっくり返して、野党が議席を確保しにくいっていうのがあります。現職っていうのはただそのまま立候補すればいいだけなんですけど、名前も売れてますし、当然国会議員でその選挙区にいるわけですから。ただ落ちた議員っていうのは、次の選挙までほとんど注目されないと。その中で選挙活動をやっていって、いつ選挙があるかもわからないけども、選挙やりますってなったら入って立候補して、そして選挙戦を戦うと。なのでなかなかやっぱり野党っていうのはひっくり返しにくいっていうのはあったりとかします。それをなんとか今自民党の選挙をするっていうのはずるずる後ろに伸びてるんで、野党が頑張って立憲民主党とか、いろんな他の政党とかがなんとか擁立者を増やそうということで頑張ってるってことですね。それから野党共闘っていうのはちょっとありえないっていうのもあって、野党共闘何かっていうと、自民党じゃないと思うんだったら野党の方で決めるんで、いろんな政党どこか分かんないけどもとりあえず目つぶって入れてくださいと。それはやっぱりそもそも国民をバカにしてるっていうか、我々としてはやっぱり政策に納得したりとか、この人の人柄がいいとか、とにかくその人がいいって思って、その政党とかその人がいいと思って投票しますと。それが小選挙区なんで、野党共闘っていうのは今言ったようにそれを取っ払ってですね、とにかく自民党じゃないと思ったんだったらここに入れてねと、それでいいよねってことなんですけど、それはねえよなっていうことなんですよね。ちょっと国民バカにしすぎでっていうのがあります。ただ今回の春の補選でもですね、野党共闘に近いような動きをして、当選してきたっていう風な、立憲民主党の議員もいたりするんで、野党共闘が絶対ダメよってことじゃないんですけれども、そういうのがなかなか、全国的に、議席をひっくり返しにくいっていう風なのがちょっとあったりしますというところがありますと。じゃあどうすればいいかというと、比例で絶対どっかに入れるってことですね。でさっきの例でいうと、例えばこの地元のですね、千葉4区、千葉14区でいうと、とりあえず小選挙区は野田さんでいいなと思って入れたんですけど、ちょっと立憲民主党じゃないなと、仮にですよ、立憲民主党もいい政党だと思いますし、いろんななんて言うんでしょう、評価しているとか、あるいは、絶対そこの、立憲民主党に入れますという方もいらっしゃると思うんですけれども、仮にもし立憲民主党じゃないと思った場合でも絶対どっかに入れるってことですね。白票にしないってことです。絶対どっかに入れることで自民党以外の議員が、当選する可能性っていうのが増えるので、絶対どこかに入れて白票にしないということが、コツコツやっていくことで可能性が少しでも広がってくるということですね。で、衆議院選挙の結果予想をしてみました。で、小選挙区先ほど言ったように190、比例区70ってことで、自民党260のうち190も小選挙区で勝ってますと。で、このうち50の裏金議員とそれ以外の140の議席ってことに分けて、裏金議員この、地元のこの闇っていうのはあるんですけど、半分ぐらい負けてもらって、それ以外もなんとか2割負けさせてもらってと
いうことで、この支持率、比例区は支持率をそのまま入れてみましたと。でそのまま計算すると合計83議席減という形になりました。公明党は今回裏金全然関係ないんで、そのまま受かってくる可能性もあるんじゃないかと。公明党結構負けるっていうふうな予想もあるんですけど、私はこの組織票に支えられてるっていう政党であるっていうところと、やっぱり比例区強いですよねっていうところと、今回裏金全く関係ないですし、この政治資金規正法についても結構きつめのちゃんと改革しましょうよっていうのを出してきてるんで、国民の評価って意外と低くないんじゃないかなというふうに私は思ってますと。で自民党が大きく議席を減らし、自民党公明党で209議席ってことで過半数割ってしまうと。過半数233、定数465の過半数233なんですけど、それを大きく割り込むということですね。さあ国民民主党がこの与党入り第3党目でですね、与党入りして政策を実現していくっていう可能性はどうなんでしょうかということで、国民民主党の本気度というところを確認してみたいと思いましたと。前回21名立候補して11名受かってます。結構受かってますね。で今回は現職7名もいますし、それ以外にホームページに今25人立候補予定者載ってるんですけど、その人たちと合わせて30名ぐらいの立候補予定ですかということで国民民主党に聞いてみたところ、いやいやそれ以外にもまだまだ立候補させたいと思ってますということでおっしゃってました。最終的には40名を大きく超えるぐらい立候補させたいということでしたと。なるほど、本気ですねと。現職7名いますし、今人気あるし、あるいはこの高い当選率というのもあるんで、30名を大きく超えるような議席を確保してくるという可能性もあるんじゃないかなというふうに思いました。そうなるとちょうどここの与党入りして政策を実現していくと、過半数を超えますので、そういうこともあるんじゃないかなと思ってます。岸田首相は相変わらずの大雨処分ですと。自分の政治資金パーティーにも新たな疑惑が浮かんで告発もされていると。有名な大学教授と、あとは地元の市民団体ですね、広島の市民団体にも同じような内容で告発されているということです。広島地検はこの告発について受理しているかどうかということは明らかにしてないんですけども、岸田首相明らかに処分受けるべきだっていうふうな国民の声が大きくなっているというのは間違いないですということですね。裏金議員に対しても半分も処分しないということですね。私は処分対象外ですと、ふざけるなと、岸田首相も処分受けるべきだっていう声がめちゃくちゃ多くなっているっていうふうなことですね。でこのような形になって過半数を割ってしまって、国民民主党が与党入りして、この10万円給付というのがこの国民民主党の政策の柱なんで、それを実現していくというふうなプランでした。岸田首相はおそらくこれをまず狙っていると思います。っていうのも衆議院解散へ準備着々と進むっていうことで、最近の世論調査ということでは岸田内閣の支持率結構上がってきてますと。4月の末から5月の中旬にかけて、いろんな世論調査の会社あるんですけれども、4% 上昇、5% 上昇、横ばいもありますけど 7% 上昇、0.4% 上昇、1% 上昇ということで、NHK までですね、上昇を言っているということで、各社、世論調査したところ、どうやら国民の支持としては少し上がってきているっていうのがあります。でそこに来て6月までにこの政治資金規正法の改正を行って裏金に対策するです。裏金に対応した政治資金規正法の改正を行って、4万円の減税スタートということで、もしかしたら支持率倍増ということにでもなれば、必ず解散していくんじゃないかなということはあります。ただ国民は怒ってるんで大敗してしまうだろうっていうふうなプランです。これが A プランですね。この A プランを岸田首相は狙っているというふうに言われていて、おそらく首相でいたいんで、解散してくるだろうというところが言えると思いますということですね。で、それに対しての答えですよね。もう6月解散、自民党大敗、政権交代ということで、給付金の給付が早まるというふうに書かせていただきましたけど、やっぱり国民怒ってますということで、解散するものを大敗してしまうということですね。4月11日に文春が報道してます。自民党が野党になるっていうふうな前提で考えられるようになったっていうことなんですけど、ここでですね、そこまでに次の衆議院選の予想っていうほどあんまりなかったんですね。でそこに対してこの文春が自民党大敗しますっていうふうな予想を出したんで、それ前提でも動いてると。それっていうのは自民党がもう大敗するよってことをもうみんな思ってるわけですね。で野党同士でも牽制が始まったりとかしたり、あるいは野党の議員が国会であんまり自民党を詰めないっていうことまで起きたりしてますと。
それなんでかっていうとブーメランになっちゃうからですね。そのうち、野党になる自民党を詰めすぎたら今度野党になった時、自民党が野党になった時、政権取って野党の方が詰められちゃうっていうことで、あんまり詰めすぎないっていうことまで起きているように私は感じますと。で、なんでこんな急に変わるのってことなんですけど、もうそれはひとえに YouTube とスマホですということです。インターネット×ブロードバンド、つまりYouTube で動画が何の支障もなく簡単に見れるようになったと。それが高齢者にも行き渡って、さらに発信する政治家っていうのもめちゃくちゃ増えたということですね。そうすると何かっていうと、政治家が思っていることが一瞬で国民に伝わると。スマホみんな持ってるし、インターネットは早いし、そして高齢者もそれをやるようになったと。高齢者もスマホ持ってるし、YouTube 見るようになったということで、この1回でもドーンと変わると。自民党が今公明党と合わせて300議席あるんですけど、なんと政権交代されてしまうということも可能になってきたと。で、それをそうなりますよっていうことを見せたのがこの文春の報道ですと。めちゃくちゃスピードアップしているってことですね。で、なんでこの文春の報道でそんなに一気に変わるってことをみんな確信持ったかっていうことなんですけど、全選挙区を緻密に予想したんですよね。これ以上無理なぐらい緻密に予想して大敗しますっていう予想を出したんで、これ変わるかもっていうふうなことになったと。2021年の衆議院選挙、あるいは2022年の参議院選挙の投票数であったりとか、あるいは政党支持率の変化から、今のトレンドを出してたりとか、あるいはこれちょっと分かんないなっていう103の激戦区については、有力の候補の講演会とかについて現地の取材まで行きましたと。これ以上無理ですよね。これ以上細かい多分予想っていうのは無理だと思います。それを全選挙区で一個一個やって報道したのがこの4月11日の文春報道だと。とんでもない報道を出してきたと。それで自民党大敗しますということを予想したと。どれぐらい大敗するか。自民党公明党で過半数割れするっていうのはおろか、野党の大連立も可能なぐらいボロ負けするということですね。今まで政権交代まではないなっていうふうに思われてたんですけど、これあるぞと。政権交代がある前提でみんな今動いているということですね。与党も野党もそうです。もちろん自民党の議員もこれ自民党も負けるわっていう前提で動いているっていうふうなことですね。なんとか自民党の議員が今岸田首相の首根っこを捕まえて解散はとにかくするんだというふうに必死になってるっていうふうなことですね。でも解散しないと自分は首相でいられないっていうことで岸田首相は解散をとにかく狙ってるんですけど、その岸田首相と自民党の議員のせめぎ合いになってるっていうふうなことですね。で、4月22日に追撃法で週刊現代、週刊文春に続いて週刊現代が同じレベルの大敗、自民党やっぱり大敗しますよと。同じく緻密に予想を立てて、同じレベルで大敗しますと。自民党大敗します。野党大連立可能になっちゃいますよっていうふうなことを予想しています。で、自民党大敗しちゃうと、例えば国民民主党とかが、この野党で大連立組んだとしても、政策実現ってこの調整とか難しくなっちゃうんじゃないですか。関わる政党も増えるしって思うかもしれないんですけど、全然そっちの方が可能性が高くて、可能性っていうのは10万円とかそういうより給付金、国民に還元する政策が実現する可能性は高いと思ってます。で、なんでかっていうと、野党は軒並み国民に還元するような政策を、自分の党の、政策の柱にしてます。国民民主党はさっきから言ってるように10万円給付言ってますと。令和新選組も同じようにもっとですね、春夏秋冬1年に4回10万円給付するってことで言ってます。で、維新に至ってはベーシックインカムってことで1月6万円から10万円を国民に給付するっていうのを政策の柱にしてます。これ意外とみんな知らないんですけど、維新はベーシックインカムっていう、毎月毎月国民にそれだけお金を還元するっていうか払うっていうことを元にしているような政策を自分の党の政策の柱にしてます。結構すごいと思うんですよね。賛否あると思うんですけど、立憲民主党は1世帯当たり3万円給付するってことを言ってます。何かっていうと、野党っていうのは軒並み国民に還元するっていうことを政策の柱にしているっていうふうなことですね。じゃあもし6月解散しないと起こることっていうのも予想してみましたと。これ何かっていうと、じゃあもう自民党としてはこの選挙やったら負けちゃうのねって分かりましたよと。文春とか現代とかが、週刊現代とかが取材してくれたんですねと。負けるんですねと。世論調査やってももうボロボロですよと。分かりましたと。じゃあもう解散しませんというふうになると、さらに自民党の支持率が下がるってこともあるんじゃないかなと思ってます。今まで自民党が例えば総裁選、今年の9月にありますけど、自民党総裁選を迎えて総裁を変える、つまり首相が変わるってことになると、ご主義相場とも言われるような、つまりこの首相の支持率とはちょっと上がるっていうのが今までの例でした。
でさすがに今みんな自民党ふざけるなっていうふうなことになっていて、それがこういった情報がすぐに伝わるっていうことになっているので、国民全員分かってますということなんで、首相が変わったところで自民党に対しての支持率が上がらないってこともあり得ると。でそうなるとさらに野党の準備が進むと。この野党の準備っていうのは先ほどがお話しているように立候補をきちんと立てる、いろんな選挙区、できるだけ多くの選挙区に立候補者を立てるということが進むっていうふうな形になるんで、ますます自民党が負けると、ますます政権交代の可能性が高まるという形になるってことですね。でそうなると自民党の議員の中には、これ自民党にいたんだったら議員じゃなくなっちゃうと、自民党でいるっていうのが目的じゃなくて、やっぱり議員でいるのが目的なんで、最大の目的なんで、自民党の議員としてはもしかしたらじゃあ自民党辞めたということでどんどん離党していく流れが出てくると。で1人2人出始めたらもう最後です。もうバタバタと自民党離党ドミノっていうのが起きます。そのような形になるとますます政権交代がしていく可能性が高まっちゃうんじゃないかなというところですね。でこれがB プランです。つまりやっぱり政権交代になっちゃいますよと。岸田首相が例えば解散をしたとしても大敗をして野党の大連立と。で野党の大連立の中で10万円給付っていうのを実現していきますよっていうようなプランですね。じゃあ岸田首相としてはどうしたらいいかっていうと、もう裏金解散しかないです。で裏金解散って何かっていうと、民意を味方につけた裏金解散っていうことですね。民意を味方につけた裏金解散って何かっていうと、小泉首相がやったような郵政解散っていうことですね。民意を味方につける。郵政民営化に賛成か反対か民意を問うっていう形で解散をしたということですね。岸田首相 VS 自民党といったような裏金解散狙いというところが唯一の方法ということになってきます。今普通に衆議院解散して、総選挙したんであったは、自民党大敗して政権交代になるので、岸田首相はただの議員になっちゃうということですね。でそれから解散せずに自民党総裁選、9月の自民党総裁選に挑みますってなれば、これも普通に落選して首相交代になります。なんでかっていうと、そのまま岸田首相が自民党の代表でいて、つまり首相として選挙をその翌年迎えるってことになれば、もしかしたら自分の議席も危ういですよねって思うんで、自民党の議員としてはこの岸田首相を自民党総裁から下ろすということを狙ってくると思います。なんでそうなると普通に落選して首相交代というふうになってしまうんで、この民意を味方につけた裏金解散というものを狙ってくるというふうに考えられますと。でこの小泉首相がやったこの郵政解散とちょっとおさらいなんですけど、2005年なんでちょうど20年ぐらい前にやった郵政民営化をかけて、衆議院を解散しましたと。何かっていうと、郵政民営化したいですっていうふうに小泉首相が言ったら造反した議員がいたと。つまり反対票を投じた議員がいたんですけど、その造反っていうのはなんと自民党の議員の中にこの郵政民営化に反対ですっていうふうな議員がいたと。ふざけるなということで、小泉首相は衆議院を解散して、その造反した自民党の議員を非公認として資格まで送ったと。資格を送るっていうのは、つまりその反対した自民党の議員に他の自民党の議員を立ててですね、対決させたと。でそのもともといた自民党の議員は非公認にしたっていうふうな形ですね。結果圧勝して郵政法案が可決されたということですね。あくまで投票する、忘れちゃいけないんですけど、あくまで投票するのは国民なんですよ。誰が当選するかっていうのは国民なんで、自民党の中で造反しようもんならですね、国民としては支持しませんよということで圧倒的に落選させられてしまったということですね。選挙結果296人の自民党議員はなんと296人そのまま残ってきたと。300人ぐらいが当選してきたっていう風なとんでもない選挙だったんですけれども、先ほどから言ったように、造反した議員に非公認、そして資格を送るってことをやって、一期の当選議員、衆議院ですよ、衆議院の議員として当選した議員がもともと国会議員じゃなかったとかですね、初めて当選しますっていう人がなんと83人も生まれたと。小泉チルドレンと言われました。いかに民意が大事であるかっていうことの証明ですね。この小泉チルドレン83人当選っていうの。そのどちらかというと、分かんないですけど、選挙っていうか、その政治の手腕っていうことよりは、とにかくこの民意っていうのが大事ですと。その人がどうっていうよりかは、民意としてはこの郵政民営化をするっていうことについて賛成だったということですね。なのでそういったことに賛成した小泉チルドレン、それで立候補した1期目の議員というのが大量に生まれたということですね。
自民党 VS 自民党&野党というふうに書きましたけど、すいません。これ実はつまり民意国民 VS 自民党のそういった造反をした議員とか野党ってことですね。で、自民党ぶっ壊すと言いながら、要は対抗馬を立てると、あくまでその対抗馬、小泉チルドレンは自民党なんで、みんな自民党よしぶっ壊してくれと、郵政民営化賛成だって言いながら自民党に投票したと。なかなかうまくやったなっていうところはあるんですけど、いずれにしてもこういった民意を味方につけて解散をして大成功したと。さあ、岸田首相、その民意を味方につけた裏金解散ができるかどうかっていうことなんですね。で、この裏金ももしかしたら同じようにできると思うんです。何かっていうと、今回の政治資金パーティーだけじゃなくて、政党交付金とか、旧文通費とか政策活動費とか、いわゆる政治家が裏金だったりとか、いわゆる領収書をつけなくて、自分の自由に使えるっていう風なお金ってまだまだいっぱいあるわけですよね。で、そういったものを丸々改革する、透明化する、岸田首相はこの政策活動費についても公開を検討しなさいっていう風に言ってますと。なので、こういったものをもうなくしましょうと。全く透明化を図って、あるいはキックバックとかそういうこともできないようにしましょうという風な政治資金の改革を行うという法案を出せば、もしかしたら自民党だけじゃなくて野党まで反対してくるといったこの郵政民営化なんと野党も反対したんですね。といったような形で国民&岸田首相といったようなタッグを組んで国会議員と VS するといったような形も考えられます。もし岸田首相がそこまでやるという肝があれば、国民としては政治資金の改革、それは大歓迎ですよということなので、岸田首相に、味方をしてですね、こういった自民党を改革してくれると、この政治資金改革してくれるってことであれば、当然そこに国民の民意、後ろから後押しするということになりますので、岸田首相も議席をたくさん確保してですね、首相でいられるっていう可能性も考えられるんじゃないかなというふうに思ってます。その場合はもしかしたら10万円給付のような特別定額給付金、実現なかなか難しくなってくる可能性もありますけれども、岸田首相としては、こういったところでしか首相でいられるという可能性はないんじゃないかなというふうに思ってます。このちょっと C プランの場合はちょっと10万円の給付が難しくなってくるっていうふうな形ですね。石丸市長がもしかしたらこの広島1区で VS 岸田文雄ということで国選に出てくるんじゃないかなという読みがあったんですけれども、最初にお話しさせていただいた通り、今日都知事選に立候補しますというふうなお話がありましたので、その線は消えましたと。石丸市長がもし国選に出てきて岸田首相に勝つというふうになれば、当然自民党は負けるので、自民党が負けるとなれば政権交代、野党の大連立が誕生ということで、岸田首相を破ったということで石丸さんが代表として押されて首相になるという、そういうストーリーも考えられました、昨日までは。ですけど、もう都知事に出るっていうふうなことなんで、国選には出てこないというふうなストーリーになりましたというところですね。さあ、いろいろなパターンをお話しさせていただきましたけれども、給付金に関しての新しい情報が出ましたら、またこのように動画ですぐお話しさせていただきますので、ぜひ、チャンネル登録していただければと思います。チャンネル登録しておいていただくと、新しい情報が出たときにすぐにご覧になっていただけるようになります。で、それからもう一つぜひお願いしたいのが、この給付金に関する動画を、出させていただくと、かなりたくさん再生していただいてます。で、そうなると我々一般的な国民だけじゃなくて、政治家の方も結構ご覧になっていただいてるんじゃないかなというふうに思います。で、そうなると我々の意見っていうのは絶対見ていただいて、聞いていただいていると思うんで、ぜひこの動画のコメント欄にですね、我々の気持ちを届けたいということで、ぜひ賛成反対の一言でも構いませんので入れていただければというふうに思います。我々の声を少しでも届けたいというふうに思ってます。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。また情報がありましたらそこでお話しさせていただきたいと思います。ありがとうございました。